私の質問は2つあって、1個目は一年中湿気がすごいじゃないですか、シンガポール人の女性はどうやって髪の毛をケアしてるのかなって思ってます今すぐ知りたい。今すぐ知りたい。はい。それをシンガポール人男性に正直シンガポールの女性はなんか特に湿気が多いからケアしてるという様子はあまり見たことないんです。普通にやってるだけ、そのまま。だから気にしないも一つですし、もしかしてもともと慣れてるというもあるんですけれどもね。日本は違います。日本みんな髪の毛巻いたりさ、してるし、シャンプーでさ、ツヤのある髪がいいか張りのある髪がいいかみたいな選べるけど、シンガポールあるんですか？ありますあります。スーパーに行ったらシャンプーの種類もいっぱいありますね。例えばなんか頭皮が油が多めな方とか、ダメージケアとかいろんな種類あるんですけどね。男性もありますから、みんななんか好みいつも買ってるんですね。自分の頭皮がだいたいこのスタイルでとか、それはイメージですけどね、あくまでは。もしかしてシンガポール人の女性は出かける前になんかやってるかもしれないですけど一応自分の経験と周りの人を見てる限りにはあまりやってない気がします。あんまり髪の毛巻いてる人とかもあんまり見かけてないですね。もう普通に下ろしてるかちょっとポニーテールぐらいしかしてないというイメージがあるんですね。じゃあ2つ目の質問ももしかしてシンガポール女性関係ですか？違います私の塾の講師のアルバイトの生徒が英語の教材にシンガポールの緑の自然についての内容が取り扱われてて、国が緑をビルに取り付けたりしてるみたいな。それは国民もこういう緑を多いのになんか賛成協力的なのか。質問の言葉によってね答えが変わりますね。賛成しているかはもちろん賛成ですけれども、協力的なのかって言ってもなんか手伝うということですよね。でも正直あんまり木植えたりとかそういう活動はしていないから協力的とは言えないんですけれども、あるものだみたいな、そんな感じくらい。で逆にこのあるものが誰がメンテナンスとか植えているかというと、シンガポールのNParks というナショナルパークス、国立公園局みたいなやつが公園を見てる。でもちろんここは例えばエスプラナードの前の緑はもうエスプラナードが見てるんですけれどもね。でもシンガポール大体緑を、入れたがるというか、入れたらもちろんビールの見た目も良くなるし、自然に温度を下げれる効果もあるんですね。グリーンカーテンとかグリーンボールとかグリーンルーフとか。だからさっきNTU のバス乗ってる時になんかビルの上に緑あったんじゃないですか。それはグリーンルーフですね。見ました教材でグリーンルーフ、そうでグリーンルーフがあったらどういう効果あるかというと、熱くなりにくくなるとか、そしたら中のクーラーもそんな働かなくてもいいし、いろいろ効果あるみたいですね。でもちろんグリーンルーフ上に行ったらちょっと人間的に癒し効果も、見た目もありますね。売れてるお金は国民の税からとかなんか取ってるんですか？税の一部はそっちに回しているということがあるんですね。一応シンガポールのイメージ、昔からのイメージは、グリーンシティというイメージがあるんで、そういうメンテナンスというかね。で今パークで公園だけ話をしてるんですけども、なんかさっき道路の横に左右に木もあるんじゃないですか。それも定期的に過剰の枝を切らないといけないとか、メンテしないといけないとか、もちろん場所によって担当が違うんですね。性格的に誰がやってるかちょっとわからないですけど、でもよく見ます。トラックがあって、クレーンで作業員がそこにとか。シンガポールすごい風水、運気が大切にしてるっていうのを先生から聞いて、ビルの間開けてたりとか、建物の穴がある方、そっちは設計の方ですね。風水より工学と関係するんですよ。じゃあ簡単に想像してみて。ビルを高く作るほど何に影響されやすい？風。みんな設計に、上から見たら四角くだけじゃなくて、こう丸くじゃなくてもこうちょっとでも効果あるらしくて、あともど真ん中に穴があれば風が吹くときにその真ん中に透き通るという効果もあります。もちろんかっこいいもあるんですけれどもね。でも特にタンジョンパーガーにちょっと見えるかもしれないです。海沿いだから特に海風に影響されやすい。で HTB だったらそんなに気にしてないですし、階段のとこそもそも穴があるから通っているから大丈夫です。オフィスビルはみんなガラス張りだからちょっと通れないところがね
風水はまああるんじゃないですか。マーライオンは東に面しているとか、オーチャードのタングズプラザというビルが八角形になっている。もちろんそのビル設計する人はどういうことを信じるかということあるんですけれどもね。でも先生おっしゃった通り、その風水はみんななんとなく信じなくてもせめてバッド風水を避けたいということがあるんですね。なぜシンガポールは法人税を抑えられるんですか？だいぶ飛びましたね天然資源がない国だからね、こういう貿易とかこういうみんな来てここで拠点設置しましょうという、それを魅力の一つとしてやらないといけないんですね。言い方としては抑えられているというか、もう抑えるしかない。天然資源がないからこう水もないし、水も陸も何もない。だからもう第一産業と第二産業はあまり頼れない。山ない。山もない。一番高いお川でもビールの方が高いそういうところもあるんですからね。でもちろんなんかそれだけじゃなくて、いろんな魅力的なポイントを作るためシンガポールも苦労してきたということ。例えば公共交通機関を良くするとか、治安を良くするとか、観光よりね、環境。いわゆるだってここで拠点を作るには住んでもらえるよりね、ビジネスの考え方から見て、こっちに移住して都市開発とか人じゃないの、企業。あんたボス、会社持ってる。アジアに拠点作りたい。そうしたらどういう場所を探す？中心地にある。そうしたらなんかどこでも行きやすい。だってアジア拠点だからね。例えばタイ行くとかマレーシア行くとか行きやすいとこで、そうしたらマレーシアにすればいいんですか、タイにすればいいんですか。もう東南アジアすぐ行けるから。でその次は例えば治安がいいすると、いわゆる国が安定ということですね。トライクとかない、社会の不安とかも低い方が好みというか。でそしてもちろん経済的に話だったらもう税が低いとかね、資産がいっぱいここに持っていても金持ちだから金持ち税とかないところ、いろんなところで魅力を作って、皆さんここに来てくださいという感じ。条件があったらいいなっていうのにだんだん当てはめていったらシンガポールが一番ビジネスやろうとしたらやりやすい。展開したい海外拠点。そうそしてもう一つあるんですけど、これ抑えられてるっていうことじゃないですか。つまり抑えないといけないもあるんですけれども、別に抑えないといけない、じゃあ損を持つまま抑えればいいじゃないですかっていうこともあるんですけれども、でも実はシンガポールは他の収入もあるんですね。もちろん法人税もあるんですけれども、所得税、消費税から税収をもらって使ってるんですからね。で最近消費税が去年は 7%、今年 8%、来年 9% になります。だって出費も高くなってしまったから。この2つの点かな、私も今の段階で思えるのは。物干し竿をめっちゃ外に干してあるじゃないですか、マンション。洗濯物。それね。あれなんかあるんですか、理由。大丈夫、これからもいっぱい見れるから。みんなキッチンからこう刺してこう出てる。しかも旧式だったらもっと危なそうなところ。今はなんか両端サポートしてるところあるんですね。そしたらこうかけると落ちないんですけども、昔の方はね、もうここに穴があってもう入れるだけです。つまり下手になったらもうありますよ。落ちて、で誰か見つかったら拾ってエレベーターに置いて、これなんでそれやるか、なんていうかな、まずシンガポールというか、まず東南アジアであまり乾燥機の使用があまり浸透してないんですよ。そもそもみんなまだそういう洗濯したら外で干す、太陽を浴びる、殺菌するしながら乾燥するというイメージはあるんですね。ただシンガポールは高層アパートをやってしまうと、デフォルトなここの乾燥方法はもうそれになってしまうということですね。もちろん廊下にかける人もいるんですよ。でもその廊下は共同廊下なので、誰か干したら干せないみたいなという感じですかね。ベランダとかないですね。だからかもしれないですね。現代のベランダ付きの STB はちょっとあるんですけれどもね、もちろん値段がちょっと違いますが、でもあんまりベランダないね。今後もっと見て、日本にない風景なので面白いかもしれないですし、みんなどうやって服落ちないようにどうかけてるかも見たらね。今のシンガポールの流行りとか何かありますか？難しい質問はね、どういう分野の流行り、それにもよるけどね。でそもそも私流行りは知らないんですからね。最近シンガポールに上陸した日本のお店とか、別に最近はない。最近、最近はドンキ
最近できたんですか、ドンキって日本に。最近ってもう5年前はそんなに浸透してないんですよ。10年前はここにドンキ全くなかったんですね。ドン・キホーテって売ってる感じが、日本はドンキホーテですけど、ここはドンドンドンキですね。知らなかった。いろんな理由あると思うんですけど、多分ホーテっていう英語を見たらホーテ発音できないからおそらくね。皆さんドンキホーテでカタカナでホーテで書いてるじゃん。でも英語で書くと QUIXOTE ね。クイのテみたいな。ちょっと発音できない。逆に勝手にニックネームつけると困るから、ちょっと可愛い方にドンドンドンキみたいな。ちょっと可愛く。マレーシアもドンドンドンキと言いますよ。ドンドンドンキ、可愛い。マレーシアも最近進出しましたので、それかな、日本企業というか、日本ブランドというか、やっぱ安い。日本からのものがいっぱいある。安い、大体安いですけれどもね、比較的に、明治屋とかと比較するとね。みんなの中で話題になってたというか質問なんですけど、シンガポールの方ってメガネの割合すごい高いなって私たちの中では話になってたんですけど、それってなんかコンタクトにしたくない理由とかそういうのがあったりとかいう理由なんですか？正直これ個人的な意見の回答ですね。めんどくさいっていうお金もかかるし、毎日つけるとみたいな感じもありますし、なんか運動とかなんかやるときにまた外さないといけないとか、特殊なやつ買わないといけないとか、家に帰ってそれもメンテするとか、あんまり気にしてない。男性は特に徴兵制あるんじゃないですか。アーミーは基本的にコンタクトはダメとか、しないでって言ってるね。訓練の時になんかコンタクト落ちるのはまだいいんですけどね。なんかあってできない、でも銃持ってる、それ避けよう。じゃあもうコンタクトなし。みんなプラスチックメガネ、これ何回落としてもいいやつ。これまさにこれみたいな感じで。この動画面白かったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。